今回はジムニーの高速走行時のインプレッションを紹介したいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルは車についていろいろ調べたいことをアップしています。このチャンネルが気に入ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。そちらでは愛車の紹介や次回撮影予定の車、動画の告知をしています。よかったらフォローをお願いいたします。では本編です。よろしくお願いします。はい、今回は、高速道路での走行性能について調べてみたいと思います。今高速に乗ったところでございます。今ちょうどトンネル内で上り坂を運転しているところなんですが、今だいたい60キロから70キロぐらいの間を、だいたい4000回転ですね。上りなんでちょっと回転数多めで今のところ進んでるところになります。今こうやってトンネルの中運転してるんですけども、ヘッドライトがオートでついたり消えたりしてくれることで、その辺気にせず軽であっても運転しやすいのかなというふうに思います。で今こうやってナビがもともとついてない車なので、このような感じで iPad をナビ代わりにしながら普段運転しています。ナビを使うのは基本的にはやっぱ高速度が東電の時に使うようなイメージで、それ以外であればもう基本外して使ったりしてます。で今このような感じで、高速運転上り坂をぐんぐんしておるんですけども、特に不安等はなく運転はしてるんですが、郊外走った動画を撮らせてもらった時にお伝えしてたと思うんですが、3速の、ところがちょっと長いので、一旦ガンと踏まないと4速目に入った感じにはちょっとなりにくいのかなっていうふうには高速乗っていても少し思うかなというところでございます。ちょっとインフォメーションの燃費計測のところちょっと今見ました。今 10.3 ぐらいですかね。もうずっと上り坂を走ってるんでなもんかなというふうにも思います。あとこの間バックカメラを、バックミラーに仕込んだやつを、装着してみて今使用してますが、特に問題なく使えてるんですけど、気になったのが若干画面が遅れるんかな、どうなんかなっていう風に見えることがたまにありました。それはちょっと高速で動いてる時には特に問題ないとは思うんですけど、もし周りに人おったりとかしてその症状出たらちょっと嫌だなっていう風には思います。個体差の話なんかちょっとわかんないんですけども、それは報告しておきます。で今から三木サービスエリアの方に一旦向かっていこうと思います。合流でちょっと踏み込みたいんですけど、前にトラックがあるのであまり踏み込めませんでした。でも今3000回転で、そうですね、だいたい75から80の間を運転してるような感じで、軽く流して運転してる感じで言うと、この高速のつなぎ目に関してはつなぎ目を通ったっていうことは分かるんですけど、振動が全然こう伝わらないっていうか、いい意味でいなしてるなっていう印象はあります。ちょっとこの辺高速であってもちょっと上りが多いエリアなので、どのような感じで、運転していくかちょっと考えているんですけども、通行券をお取りください。やっぱりこのウィンドウの位置がつい右のドア側を使おうとしてしまうんですけど、
これねセンターコンソール側にあるっていうのをついつい忘れてしまいます。こうやって、インターチェンジ側でこうカーブしてるんですけども、カーブでちょっと踏むのはやっぱこの車怖いな。地面に張り付いたような車じゃないんで、ちょっと不安を感じる部分がやっぱ多少なりありますね。はい、ここ踏み込んでいきます。合流踏み込みます。表記、センターモニターでは80って出てるんですけども、確かそれは大型なんで、通常は100キロで運転していい場所なので、今100キロで運転していきたいと思います。結構踏んでますが、4500で今100キロ到達ですね。坂道なんで、今4000まで来ています。で今12で初めて100キロになったんですけど、今90キロですね。で3500回転ぐらいで今運転しています。ここでちょっと坂道で踏まってみようかなと思います。今ターボがプシューン、2回プシューンって出ましたね。ここから本領発揮みたいな動きです。5500回転1500回転でプシューンターボが動きました。4速目に入った感じで今4000回転の100キロっていうのが今の回転になります。こういう時にこうターボがある車っていうあまり乗ったことなかったんであれなんですけど、これでもやっぱターボ車っていうこのエンジンのアシストがこういう風な形で効くっていうのは力強い、頼もしいなっていう風には思います。はい、ありがとうございます。よし、踏んでみましょう。ここから大体5000ぐらいで今これチェンジしてみました。で今100目指してとりあえず今100来ました。で4000回転ぐらいで押して風の音結構すごいね。山陽道の方に向かって、三木サービスエリアの方に向かいたいと思います。風がちょっと出てきたか。でもハンドルが取られるっていうのはそこまでないですね。結構長距離がそんなにしんどい印象ってないんですよね。この座席のシートも十分厚みがあるんで、いちいち位置を変えたりとかっていうのは今ずっと乗ってて特にはなかったかな。でも3000回転ちょっとで、90キロ出てるので、特に不満があるように歌ってるっていうのは今のところはないのかなというのは思います。そうですね、今平均年数が12.4 ぐらいみたいですね。風やっぱ左右にちょっとだけ振られて、この辺でいっぱい録音をちょっと今入れてみます。入ってる。これで、メモリをセット。クルーズコントロール用のボタンを一度押し、でセットって書かれてるのがマイナスからなので、マイナスを一回押してから上にこうやって上げていくような感じです。すると今アクセル離してる状態でクルーズコントロールが効いてる状態ですね。でキャンセルが右にボタンがあるので、これを押すとキャンセルが切れます。で再び下に押してやるとセットされて、で
キロの設定はこう上やったり下やったりで合わせながら刻んでいくようなイメージで、調整が、できます。ただこれアダプティブではないので、前の、車と車間はオートでは取ってくれません。でキャンセルは、ボタンで押す場合と多分ブレーキもそうかな、ブレーキを踏むとキャンセルされます。なのでいざこうインターチェンジで、方向変わったりとかする場合は、ブレーキかキャンセルを押して1回外してからじゃあアクセルを踏み直すという感じで運転すると操りやすいのかなというふうにも思います。やっぱ長距離運転する場合はクルーズコントロールは非常に助かるものやと思います。さあここでも踏み込んでみましょう。4000回転から90キロで合流しました。でクルーズコントロールを入れて前の車に合わせた速度域でボタンを調整していきます。ここから一回ちょっとクルーズコントロールをメインで運転したいと思います。がだいたい80キロで設定されている状態なので、ちょっと微妙な速度に合わせるのがちまちまする。普段ちょっとアウトバックも乗ってたりするので、クルーズコントロール自体がオートで設定速度設定してくれるので、あまりその辺気にせず運転してましたけど、これリモコンいじるようにこう速度を調整するような感じですね。アクセルが指でやってるみたいなことなんでしょうけど、気がついたら前が離れてるみたいな、ある程度の車間距離を保ちながら流すイメージで運転するしかないのかなというふうにも思います。西へ向かってるんで西日が入ってくる時間帯になりますね。あと何キロだ、 4.8 キロで、右の、サービスエリアに着きます。運転についてあんまり気になることとか特にないです。クルーズコントロールは、これは慣れるしかないかな。見ながら指で速度を常にコントロールする。そこはもうそういうイメージをした方がいいと思います。あと前回の動画でいろんなものをこの車のために買いました。で今回この肘置き、このカップホルダーちょうどにはめる形で延長になっているものなんですけども、正直これグラグラします。ただ多少運転の時にこう肘つける程度であれば慣れれば特に問題ないかなと思うんですよ。こんな感じでシフトレバーにも置きやすいですし、そしてハンドルにもそのパッと入れてこう起点が肘に起点ができるっていうか運転がしやすいなというふうには思います。でもこのプルコンの使い方やったらアクセルの拍の方がいいかもしれんな。前方に誰もいてないんであればクルーズコントロール使った方がいいけど、そうじゃないんやったら指でちょこちょこやるんやったらハンドルも集中せなあかんし指がここやしみたいな、それはあんま僕の中ではしっくりこないんで、今一旦アクセルに切り替えさせてもらいました。キャンプとかそういうところ行く場合、朝早く出たりとかいう風な感じになれば基本あまり先頭に車がいないような状況で運転することもあると思う。そういう時にはすごく流しながら運転するにはちょうどいい機能やとは思います。さああと1キロで目的地の、三木サービスエリアになります。さあ着きました。ました。安心して乗れる軽だなというふうには思いましたし、運転自体そこまでやっぱ軽っていうのが僕の中ですごく不安な要素やったんですけど、こんだけしっかりしてれば
すぐにはその辺について心配ない車だなというふうには僕の中では断言できるかなと思っております。では、今回は以上となります。次回は燃費について一度測りたいなと思いますので、また楽しみにしていてください。ではまたチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。